にちは。日本語クラブポッドキャストへようこそ。このポッドキャストでは中級者から上級者の皆さんを対象に日本語や日本文化や習慣、最近のニュース、そして私自身の体験談など楽しく学べるコンテンツをお届けします。このポッドキャストでは自然なスピードで語彙コントロールをせずにお話しします。日本語の勉強を始めたばかりの方や初級者の皆さんも日本語の音に耳を鳴らすためにぜひ聞いてみてください。はい、皆さん、春になると日本では何が増えるか知っていますか？はい、引っ越しです。今日は春の引っ越しシーズンについてお話しします。日本では3月から4月が引っ越しのピークになりますが、その理由や住まい探しのポイント、引っ越しの文化について詳しく紹介します。春は新学期や新年度が始まる時期です。大学に入学する学生や新社会人が新しい町で生活を始めることが多いですね。また、日本の企業では4月に人事異動や転勤があるため、家族で引っ越すことも珍しくありません。そのため春は引っ越し業者の予約が取りにくく、料金も高くなる時期でもあります。繁忙期には通常より2倍以上の費用がかかることもあるんです。日本で家を探すときはだいたい次のような流れになります。まず住みたいエリアと家賃の上限を決めます。そして不動産会社に相談し内見をします。もし家が気に入ったら契約手続きをして引っ越しの準備を開始します。家を借りる時の日本特有のシステムとして敷金と礼金があります。敷金は保証金のようなもので、退去する時にクリーニング費用を引いた金額が返ってきます。礼金は大家さんへのお礼として払うお金で返ってきません。昔の日本では物件数が少なく、家の数が限られていたそうです。そこで部屋を貸してくれた大家さんへの感謝としてお金を渡す風習が始まったと言われています。日本には引っ越しに関する独特の文化やマナーがあります。例えば、引っ越しそばを渡す習慣があります。これは新しいご近所さんにそばを渡して、これからもよろしくお願いしますと挨拶する風習ですね。お菓子やタオルを渡すことも多いです。本来は新しいご近所に挨拶をする目的で行われますが、日本では騒音トラブルを避けるためにこのような引っ越しの挨拶をするという人も多いですね。ですが、アパートなどに引っ越す場合はそういった風習に従わない人もいるようです。さらに地域によってゴミの分別ルールが違うため、新しい場所のルールをしっかり確認する必要がありますね。日本では家具などの荷物は引っ越し業者に運んでもらうことが多いです。冷蔵庫や洗濯機など大きな家電は運ぶのが大変ですから、そういったサービスを使うのが一般的ですね。引っ越し業者を決めるときは複数の業者に見積もりをお願いして、自分の予算や希望などに合った業者を選びます。ではここで引っ越しに関する日本語を5つ紹介します。1つ目は引っ越しです。引っ越しは新しい家に移動することですね。2つ目は内見です。内見とは部屋を契約する前に見学することを意味します。3つ目は敷金、礼金です。これは契約時に払うお金で、それぞれ保証金やお礼の費用を意味します。4つ目は家賃です。家賃とは毎月払う部屋の使用料のことです。5つ目は荷造りです。荷造りとは品物を運送できるように紐をかけたり包んだりすることを意味します。今日は日本の春の引っ越し文化についてお話ししました。日本では春になると新生活を始める人が増え、街の雰囲気も変わりますね。
皆さんの国では引っ越しに関する特別な文化や習慣はありますか？ぜひコメントやメッセージで教えてください。はい、今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。